花壇のリメイクに参考になると思いますから、レンガもだいたい100本ぐらいメリハリをつけるためにピシッと。うちはサボテンと食べれるやつ食べれるらしいです。これ結構いいと思います。ガーデンリメイクという形で小規模なんですけども、目安的には2日ぐらいで、できるだけ土の面積を少なくすると、レンガで植栽時の縁をはっきり表現するという、地がある程度洋的なんですけど、こっちは和的な、雰囲気になればと。全体のイメージちょっとシャウさんに任せて相談しながら2日でできるようにやっていきたいと思っております。この上だと、この上に積もうと思ったんだけど、置いてあるだけなんで、ちょっと敷き直してあげないと。だからレンガもだいたい100本ぐらい、そこメリハリをつけるためにラインをこっちはピシッと出すつもりでいます。はい。これママが見てたや。さっきのおじさんたちが、さっきのおじさんたちがあとここは？ここやるよ。お金忘れたっつっといて俺じゃなくて白川お金を忘れた。暑いかな、帽子大丈夫？帽子砂入れてあげるからあれからそれで、あのたらい持っといて、たらい。どれ？どれ？これ？あ。よいしょ。おお、すげえ。はいよ。でけるな。山。ける。
れ半分にまぶした左で。左こっち空間もこはい。うね真ん中ちょっとやらせてください。でそれあれいやここにつけちゃうと打撃が来るよ。あ、はい。あ、ダメですか。うんこれはやばいですか。よく、まあ、下に使えばできるだけまっすぐ。うん、そうだ。ここを見ないと。内側、外側。水平線出ますか。これは水平線。これ何段積むんですか。いやもうこのぐらいあ、に。このぐらいで。うん、どれもいい。ここに花台作るの。うん。まあ花台大体円だからレンガ作るの。そうするといろいろとこう角度があるで綺麗にこういけばいいんだけど、角度をこう鋭角に行く時とか、例えば違う素材で行く時にこういうのを角にポンと置けば今度は違った素材を並べることができるし、レンガでこうやって角を作るよりはこういうので自然と、そういうためによく使います。じゃあただ花を置くだだけじゃなくて、けというより、うん、そういうちょっと縁石の角度を変えたり、まあ、ちょっと素材感を変えるときにこれを据えた時点でこう変えられるんで自由に、なんかそういう考え方もできるんで便利です。はい。一応レンガの縁石が終わりまして、あと中の径を作っていきます。まあ、あとトレリスとちょっと平板引いたり、まあ、花台中に設けたりやっていきます。はい。一応ですね、これでビスで留めて、これはもうこっちのポイントでやります。まあ、こういうバラのトレーリス埋め込んで、まあ、つるものをこう絡ませるために、まあ、大体これ 2x4 だけでできます。これとあとね、車輪が2基と手前に植物一応今日の1日目はこれで大体あと 80% できて、
でこっちはもう石だけの世界。形的に和っぽく雰囲気はなると思いますけど、はい、そんな感じです。当然2日目です。で今日はですね、1日目でだいたいこういう形を輪郭できたので、あとはもう植栽して。この間1日でもうだいぶここまでできてしまったんです。そうですね。輪郭とあと飛びと、結構鉢があるんで、鉢をちょっと置いて完成です。はい。であともう一つ、私の方は奥さんがブランコが欲しいということで、ブランコ簡単に組み合わせればできるという形のブランコを作ります。はい。もうこの辺に一応設けるつもりでいます。はい。だから一応ここで作業をやって、最初舞台ちょっと色を塗って、で私が基礎の方をやっていきますから。はい。シェフさん、ここ植栽はどんなイメージでやるんですか？イメージはサボテンを植えてほしいってことなので、これはうちはサボテンと、あっちはマルボンサボテンと大きいやつがあって、それであとはこういうこれ大きくなるとブワーってなるんですけど、こういうのを植えると育っていくとすごい可愛くなるので、手のかからないサボテンに合うような感じで。じゃあサボテンが主体のような感じですか？でもサボテンだけのドライガーデンっていう感じじゃなくて、今もともとある木にも合うようにちょっと色を入れたりとか、お花がある方が多分レンガとかこの感じには合うかなと思います。その砂利も入れていく感じですかね？そう、砂利も茶色とか瓦チップとか、あと水色のを使ってちょっと色がある方がまた可愛くなるかなと思います。白坂さん、そのサボテンってトゲ抜いてあるんですか？これはね、あんまりトゲがないんですよ、うちはサボテンって。触ってもそんなに痛くない。食べれるやつ。食べれるんですか？食べれるらしいですこれはだからカレーとかに入れて売ってたりするんでサボテン公園でお子さんと食べてもらう。これじゃあ花さん、これいろんな種類の砂利を巻いてるんですか？これは砂利で結構色合いをつけるつう、ちょっと面白いと思います。石の変化でそれほど花をつける緑とこの変化で。これはマルボンサボテンって言って、こ
れはもう食べるって聞かないこれはトゲがあって痛いから抜くのもできるし、こうやってここで切って子供が刺さないようにこれって切ってもまた生えてくる？生えてくるんですよ。こうやって抜くこともできるんですけど、でも今回お客さんはこのままでいいってことなので、このままにしときます。これもそうだ。こっちに置いてあるやつ。これで一応完成しました。今回やっぱし直栽培でちょっと形が違かったんですけども、やはり雑草が対策という形で、他の部分はほとんど防草シートを引いてあって採石、植栽地のところだけはやっぱし今まで雑草が生えてる、それを抑えるっていう形で、またそこに全部植物地肥類関係を植えてもまた同じなんで、一応防草シートを引いて石での大きさとか変化をつけて、表現した。これ結構いいと思います。はい。でこっち側はですね、一応こちらに最初に囲ってあった自然石を全部こちらに持ってきて、でも一応石だけのそんな派手なやつじゃなくて一応抑えました。あとレンガとこういう化粧砂利ホームセンターで購入したやつでちょっとデザインしていけば、鉢とかもうプランツに入ってるやつはほとんど前からあったやつですけども、それでちょっとそれの時にちょっと違う構造物のアクセントをつけると非常にちょっと演出ができるので、植物だけよりはそういうものでちょっと演出をつける、で高低差をつける。自然石なんかも今までちょっと埋もれててもこういう形で露出して違った感じで形跡をこうちょっと入れると、また随分今まで目立たなかった石の存在も出てくるかなとは思います。はい。白坂さん、今回こう自分で考えてデザインしてやってみていかがでした？やっぱり私だとなんか
岩をこう置いていけばいいかなと思ったんですけど、こういうふうにレンガと組み合わさるともっとなんか華やかで可愛くなるんだなっていうのがあ、レンガあってよかったなと思いますね。縁をね。ね、縁があったり台があるとアクセントになっていいんだなっていうのが勉強になりました。いやだけどこの考えは意外といいかな。うん、なんかもうお花で、はいその今ねはい化粧茶にいろんな種類あるから、その色合いとあと形の面白さ、非常に植物で色合いを作るよりはもう一年中で、あと水だけ待ってこう打てばすごく鮮明に色合いが出るんで非常にいいと思います。いやもうだからこれはまさしく白坂流です。いろんな国の石を面白いと思います。はい。一応今回はこれで終わりたいと思います。まあ花壇のリメイクという形でぜひ参考になると思いますから自分たちでもやってください。はい。じゃあ今日これで終わります。ありがとうございました。ではまたよろしくお願いいたします。